マーク2には全く触れたことないルーパーが語る初心者向け RC505 マーク1全エフェクト攻略講座時代遅れチャンネルです。今回はそのフェイザー編となっております。まだループステーションを持っていない方や買うか迷っている方はもちろん、タイトルでは初心者向けと書きましたが、すでにループステーションを持っているルーパーの方、また MK2 だけは持っているという方も、これからおさらいをすることによって何か新しい発見が得られるかもしれません。話すのは少々不慣れで聞き苦しい点もあるかと思いますが、ラジオ感覚で気軽にお楽しみいただけると幸いです。それでは始めていきましょう。フェイザー。位相の変化によって音のうねりを起こすエフェクト。主に既存の音にシュワシュワした波のような音を加える役割で、その使いやすさから多くのルーパーが様々な場面で使っている印象です。今回はこのエフェクトを RC505 MK1 で使いこなすためにその真髄を暴いていこうかと思います。しかし今回は初回ということもあるので、まずはエフェクトの基本的な特徴から説明していきたいと思います。MK1 にはエフェクト A、B、C がついており、インプット、アウトプットそれぞれに3つずつ備わっています。マイクから通す音はインプットエフェクトのみを通るので、アウトプットエフェクトをオンにした状態で喋っても何も起きません。逆にトラックにレコードされた音はインプットエフェクトを通らずアウトプットエフェクトを通ります。アウトプットエフェクトはトラックにエフェクトを付与させるイメージだと分かりやすいと思います。このアウトプットエフェクトはレコードされたトラックの中でそれぞれ適用するしないを設定することができます。付与させるトラックはこのエディットボタンから設定でき、エディットボタン2回押し、またはエディットの項目の左から5番目の画面でトラックエフェクトを適用するかしないかが決められます。トラックエフェクトが選択されている場合はエディットボタンを押すことでエフェクト付与のオンオフが切り替えられます。エフェクトが付与されているかどうかはトラックエフェクトを選択した時に点滅しているかしていないかで判断できます。かなり細かいお話ですが、このトラックエフェクトを選択している状態にはいくつかのルールがあり、トラックエフェクトボタン1回押しによるエフェクトのオンオフの切り替えでは5秒間ほどトラックエフェクトが選択されている状態になり、元の画面に戻ります。しかしトラックエフェクトを選択した上でエフェクトを切り替えたり、エフェクトのパラメータの画面に移ると制限時間なくエフェクトが選択されている状態になります。また先ほど話したトラックの音の行き先について補足すると、トラック1を再生している状態でトラック2の録音を始めてもトラック1の音がトラック2に録音されることはありません。まあ例外はあるんですけどね。こちらの解説はまた別の機会に。もう少し細かいお話に移りたいと思います。2016年頃追加されたバージョン 2.0。このアップデートで大幅にエフェクトの機能が変わり、エフェクト A、B、C を同時にかけることができるマルチ機能の追加や、その他様々なエフェクトが追加されました。さあ、このマルチ機能についてですが、この機能では左から右に音が通り抜けるような仕様になっていて、エフェクト A でかかった音は B にもエフェクトがかかった状態の音で引き継がれます。B から C、A から C なんかでも同じようになります。例えばエフェクト B に入力された音が無限に繰り返されるエフェクトを入れたとします。この状態でエフェクト A をオンにしても何も起きません。ループステーションのエフェクトでは音が左から右に流れていくと覚えればいいので、 B で鳴っている音は右に流れていきます。よってエフェクト C をオンにすると、さてループステーションのエフェクトの基本が分かったところで本題に入っていきます。エフェクトナンバー1、フェイザー。またの名をフェーズシフターとも呼ばれていたらしいです。位相の変化によって音のうねりが起きます。百聞は一見にしかずということで、こちらをご覧ください。こんな感じです。位相のズレというのは真反対になると音が消えるという特性があります。
つまりその位相のずれ具合が移動することによって音量の波ができてうにゃんうにゃんになるんですね。大雑把な仕組みとしての説明は以上です。パラメータの紹介に移ります。レート、うねりの速さを設定します。0から100の速さに加えて、それぞれ音符の周期もあります。音符の周期もあります。音符の。こちらのドロップをご覧ください。こちらのドロップは、レートの数字の値をリアルタイムで動かすことによって作り出されたドロップなんですね。デプス、うねりの大きさを設定します。0から100のパラメータがあり、数字が大きくなるにつれて、うねりのかかり具合も大きくなります。レゾナンス、癖の強さを設定します。特有の響きを強め、大きくしすぎると耳が死ぬことがあります。しかし、このパラメータを極端に上げることはとても魅力的な現象に出会う。このエフェクトを独自の音を引き出すことができ、とてもいいサウンドデザインの材料になります。ステップレート。これは切り替わる速さを表しており、例えば一つ目のパラメータであるレートを四分音符にした場合、ステップレートがオフの状態だと、このように単純に四分音符の速さでうねりが起きます。しかし、レートを四分音符、ステップレートを八分音符にすると、このようにうねる速度は一緒でも切り替わる速さが変わります。そして最後のパラメータは E レベルです。こちらはエフェクトのレベルを表しており、エフェクト音の音量を設定します。このエフェクトレベルというのはエフェクト音の音量を示しているので、このパラメータを0にしてもマイクからの音は入り続けます。では最後に一つ応用編を紹介します。まずはこちらをご覧ください。こちらのサウンドデザインはフェーザーを応用したものとなっており、クリックサウンドとフェーザーでこのように水の落ちるような音を再現しているわけです。いかがでしたでしょうか。今回は初心者向け RC505 M1 全エフェクト攻略講座、その第1弾をやってきました。ループステーションを持っている方だけでなく、機器線の方も RC505 に搭載されているエフェクトを知ることで、様々なルーパーの演奏する曲の聴き方がまた一つ変わり、より興味深いものになるかと思います。そしてルーパーの皆さんもぜひ今回紹介したフェイザーの機能をもとに、また新たなサウンドデザインの発掘に役立ててみてはいかがでしょうか。皆さんのループステーションライフがより華やかになることを願います。最後までご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。